取り消せよ今の言葉。人は欲望に負けて禁断の太陽に触れた。ジョボボ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 ボ。どうも、ワンピースなどと仮面 YouTuber ゆうてなんぼのゆてろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは1138話新店ハーレーの追加考察です。ちょっとだけ考えていきましょう。よろしくお願いします。前回こちらの動画では新店ハーレーで語られた第1世界、第2世界、第3世界の物語とはエース、サボ、ルフィの3兄弟のイメージだろうと動画をアップする直前に気づきました。まずはこちらをご覧ください。はい。しかしこれだけでは何のことかよくわからなかったでしょう。そこで今回はこれがどういうことか追加考察していきます。新店ハーレーの本当の意味、その考察については前回の動画をご覧ください。この動画では3兄弟とのつながりのみを解説していきます。まず第1世界はエースとリンクしていそうです。エースとは1という意味もあります。地に炎あり、人は欲望に負けて禁断の太陽に触れた。これは前回の動画でも触れたようにマザーフレームのことを指していると考えられますが、一方でエースのエピソードにも合致します。地に炎あり、これはマグマの赤犬を想起させます。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。取り消せよ今の言葉。人は欲望に負けて禁断の太陽に触れた。エースは逃げることができたのにマグマの赤犬に挑んでしまいました。さらに新店ハーレーは続きます。霊人は願い、太陽の神は現れた。霊人とは奴隷のことですが、囚われた囚人エースは自分を助けるために多くの仲間が駆けつけたことに嬉しくて涙が止まらねえ。そのように言い、最終的には願ったはずです。解放されたいと。そして現れた解放の戦士、太陽の神ニカ。さらにはサン。ミスター3も登場しています。地の神は怒り、豪縁の蛇と共に世界を死と闇で包んだ。地の神とはグラグラの実、黒ひげを想起させるでしょう。ただしエースと戦った時はまだグラグラの実は所有していませんが、闇闇の実の闇は所有していました。そしてエースは黒ひげに敗北しています。以上が第一世界の物語とエースのエピソードのつながりです。続いて第二世界はサボとリンクしていそうです。虚無に息吹あり。息吹とはサボの技、竜の息吹を想起させます。森の神は魔を使わせた。この一文は前回の動画でも考えたように、おそらく悪魔の実がこの世に現れたことを示していそうですが、サボはもちろんエースの悪魔の実を食べています。また、サボたちはコルボ山の中間の森でいつも集合していました。太陽は戦火を広げるばかりだ。戦火とは戦争であり、サボは現在神のように崇められ、炎帝と呼ばれ革命の戦火を広げています。半月の人は夢を見た。月の人は夢を見た。サボは幼い頃世界を見たくて海賊を夢見て海に出ましたが、すぐに天竜人に撃たれて顔の半分を負傷しました。さらに海に溺れていきました。そして半月の人を D と捉えるなら、サボも一応エースから D を受け継いでいます。人は太陽を殺し神となり、海の神は荒ぶった。エースは黒ひげから太陽だと表現されており、その太陽のエースが殺されたことを知ったサボは気が動転して荒ぶっていました。またこの第二世界はおそらく800年前のイム様とジョイボーイの戦いを表していると思われます。現在そのイム様に世界で唯一攻撃したことがある男はサボだけです。さらにサボは幼い頃の銃撃によって10歳から20歳まで記憶を失っていました。それはいわば空白の10年であり、それは空白の100年を想起させます。そして第3世界はもちろんルフィの物語です。混沌に空白あり。ルフィは混沌とした頂上戦争の後、突然2年間の空白期間を設けて修行していました。不都合な残影は約束の日を思い出し、不都合な残影といえばやはり太陽の神ニカでしょう。太陽の神ニカは政府にとって不都合な残影として描かれています。あとはもうそのままです。太陽の神ニカことルフィは踊り笑い世界を終末へと導くでしょう。
以上が新天ハーレーと3兄弟とのつながりです。そんな新天ハーレーはシャムロックの剣ケルベロスと共に描かれましたから、エース、サボ、ルフィの3兄弟はケルベロスのイメージと重なるわけです。さらに新天ハーレーは宝珠アダムに刻まれた落書きです。落書きとは落書き、ガキです。3人の悪ガキといえばやはり3兄弟にたどり着きます。さらに3兄弟たちは木に宝を隠していました。これも宝珠とつながります。60巻の表紙も宝珠っぽいですし、ケルベロスっぽいです。以上です。今回は新天ハーレーと3兄弟のつながりを考察してみました。新天ハーレーと3兄弟は重なっている。それはおそらく意識してこのような構成にしたと考えます。なぜならリプリー先生曰く、新天ハーレーとは子供の夢のようだから。続いてハーレーの豪縁の蛇について考えましょう。豪縁の蛇とは前回の動画でも考えたようにレッドラインを表す比喩表現だと考えますが、壁画には月から見た青色の星が上の方に描かれています。その青色の星にはレッドラインのようなものがあり、その模様が豪縁の蛇にも描かれていますから間違いないでしょう。しかし左側の絵のロキの腰にも同じ模様が描かれています。これは一体どういうことでしょうか。もしかしたら豪縁の蛇はかつて実在していたのか。今回はそのかすかな可能性を考えていきましょう。巨大な蛇が第一世界にもしも実在していたなら、それはある意味で星の主です。その星の主が第一世界で滅ぼされた。つまりは死んだのか。星の主や巨大な蛇については10年前の考察本で考えました。この時はあの世界には島杭のように巨大な蛇、星杭が存在しているかもしれない。そのように考え、それはウロボロスだろうと考えました。そんな巨大な蛇が本当に実在していて、そして死んだなら、それは大きな骨が残るでしょう。まるでリトルガーデンで見た海王類の骨のように、その巨大な骨を土が覆ってレッドラインが完成したのか。そのように考えると、この模様は骨にも見える。そして例えば月日が流れ、第二世界で悪魔の実が誕生すると、悪魔の実とは人の夢ですから、かつて存在した巨大な蛇の復活を誰かが夢見た。するとその巨大な蛇の悪魔の実が誕生することになります。それこそがこちらの動画で考えた世界蛇ヨルムンガンドの悪魔の実なのか、エルバフに伝わる伝説の悪魔の実、ロキがハラルドから奪って食べたという悪魔の実が、例えば豪縁の蛇、ヨルムンガンドなのか、そんな風にも考えられるかもしれません。最後に少しジョイボーイの名前についても考えてみましょう。800年前に生きていたジョイボーイですが、まずエメとの反応からジョイボーイは D だとわかるでしょう。D とは神の天敵であり、イム様も意識していましたから、ジョイボーイイコール D は確定でいいでしょう。しかし D がつく人物は D の文字を挟み込むために確実に名字と名前が存在するはずです。つまりジョイボーイ D なんちゃらか、なんちゃら D ジョイボーイでしょう。もしくはジョイボーイは麦わらと同じくあだ名の可能性もありますが、とにかくジョイボーイのフルネームとは何でしょうか。それは例えばビンクス D ジョイボーイか、ジョイボーイ D ビンクスか。いずれにせよジョイボーイイコールビンクスかもしれません。なぜならその伏線はもちろんビンクスの酒です。酒です。酒といえばジョボボ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 ボジョボです。ジャヤで立ちションベンしていた男、それがジョボ。ジョイボーイのヒントキャラがジョボ説。お酒の神様、今日もありがとうか。いねえかそんなの。お酒の神様に感謝するジョボ。この時夜空に浮かんでいるのが半月 D。ジョボボ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 ボ。酔っ払ったジョボから太陽のマークも飛び出しちゃってる。明日も世界が晴れますように。皆さんはどう思いましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏対語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。